なんだ、腹減ってんのか？ほら食えよ。ここの草は最高さやさん、だぜ。息をしてください。さやさん。今ほんと泣きそうだったよ。マジ泣きそうだった。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。すでにゴブリンは卒業したさやです。ゴブリン？はい。ゴブリン卒業したんですか？仰げば尊し。新しい季節の始まりです。次何になるんですか、ゴブリンから。何になろうかな。そう考えるんだ今から。ん待たせてんのに。ちょっと。もう多分今カメラズームしてると思うんだけど、こちら側に今素晴らしいゲストがいらっしゃるんですよ。ということで、さやさんが考えてるんですが、本日スペシャルゲストにおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、グーモル声優の徳井空です。お邪魔します。ありがとうございます。よろしくお願いします。ゴブリンが何ですか？ゴブリンを卒業したらしいんですけど、はい説明されて、はい。ただ今僕も初めて聞いたんで今何を言ってるんだろうと思ってるんですけども、動画の冒頭にわけわからないことを言うね、癖があるんですよ。やめてください、はい、冷静に説明するのはやめてください。ありがとうございます。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう皆さんご存知の大人気声優の徳井空さんにお越しいただきました。こんななんかもう、引きこもり夫婦のとこに来ていただいてありがとうございます。同じ太陽系にいてくださってありがとうございます。すごいなんか壮大な話になりましたけど。ということで今回やっていく企画はこちら。デード。プロの声優さんが即興で演じたキャラをプロ絵師が即興で描いてみた。豪華。ということで、改めましてちょっと徳井さん簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、改めまして声優の徳井空です。私も YouTube で空マンのチャンネルっていうのをやってるんですけど、普段は声優としてラブライブの矢沢にこちゃん役だったり、ミルキーホームズのゆずり崎ねろちゃんだったり、いろいろ声優のお仕事をしております。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介していただくまでもないぐらいの本当に大人気声優さんなんですけれども、そんな徳井さんと今回はね、夏目さんにちょっと職権乱用ということで、タイトル言った通りなんですけれども、今日ちょっと3回戦のお絵描き対決をしていきたいんですが、せっかく徳井さんに来ていただいてるので、ちょっとですね、夏目さん家の方で妄想のセリフをですね、3つ用意してきました。おー、もう大人気声優、プロの声優の徳井さんにできれば演じていただきたいんですけども、3つのセリフをやっていただいてもよろしいですか？やりましょう。ありがとうございます。お優しい。私の故郷から持ってきたセリフなんで、故郷からね。はい。楽しみです。という世界観をご用意させていただいておりますので、皆さんお待ちください。はい。それでは早速やっていきたいと思います。はい。ということで、今カメラがですね、またいつもの夏目さんちのおなじみのこの上からの角度になりましたので、なんで今日はですね、今から徳井さんにまずセリフを読んでいただいて、僕たちがそのセリフを受けて、妄想を膨らませて、キャラデザを即興でやっていくっていう、そんな企画になっております。なるほど、なるほど。はい。なので今からですね、非常にアホらしいセリフを読んでいただくことになるんですけれども、楽しみ。はい。よろしいでしょうか？それではセリフ1お願いします。きます。バカにしないでよ。スイカくらい簡単に割れるわ。見てなさい。どうでしょうか？これなんか怒られないかな、みんなに。いろんな人に怒られないから大丈夫ですかね？いや、私もむしろこれ、いつもはやっぱ絵があって声をつけることが多いので、そうですよね。私の声から絵が生まれるっていうのはもうめちゃめちゃ楽しみです。ありがとうございます。今いただきました皆さん。すごいじゃん、今立体音響じゃん。ゼロゼロになってるラジオ。立体音響。完全に今ね。坊主をびっくりって感じです。ということで今から制限時間はですね、5分間で夏目さんち、そして徳井さんも実はですね、お絵描きが非常に上手な方なんです。もう漫画家さんというかやってらっしゃるんで。趣味の範囲ですが。いや、なので今日はもうめちゃめちゃ豪華なんですけど、セリフを読んでいただいた徳井さんには、だいたいこういうイメージして読んだよっていうのを書いていただいて、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんはぜひとも3枚同時に見る目を持って見てくださいね。すごいね、急に難しいこと言いますね、皆さん。3枚連続ですよ。ではまず第1回戦、スイカ割った少女、よーいスタート。そう、もう今日気合い入れてド新品持ってきましたからね。そうなんですよ、新品のペンを下ろしてきましたね。徳井さんが使ったペン、家宝の箱に入れて。確かに世界で1本のペンになりましたからね、これで。そう、徳井さんの指紋が死ぬ前に入れておかなければ。怖すぎるんだよ。書きながら喋るのむずくないですか？すごくないですか？私もなんか生配信でちょっ
とほんと軽くお絵描きしながらやってらっしゃいますねはいやったんですけど、絵に集中しちゃうと言葉が出てこないし、はいはい喋っちゃうと手が止まっちゃうしで、いつもなんか収録の時喋れよお前。喋れよおそう前。お互いなんか喋ることを押し付け合ってるんですよただいつもだからさやが途中でアホみたいなことを歌い始めたり言ったりとかするんですよね、ドルチェ&ガッパーナ？なんでなんでこのタイミングで香水気になっちゃったんですか。ちょっとさっきの声を思い出すだけでちょっといやわかる幸せになってしまうね、耳の中でエコーしてる。嘘ただね、ちょっと緊張して口の乾きが尋常じゃない。嘘やばい、サハラ砂漠。お口サハラ砂漠をお口サハラ砂漠。徳井さんのこのボイス音源って、うちのこの動画でしか聞けないんですよこれ。確かに。大丈夫かなってこんな申し訳ない。ありがとうございます。やめてください、気持ち悪いです。いいやもうお二人ともこの手が早すぎて、やいやいや、うちも今必死です。もう初めて宇宙に放り出された時と同じぐらい必死よね。宇宙って放り出されると凍るんやで。知ってた？知らないよ。知らないですか？あ、これだから宇宙にわかは。宇宙にわかなんですか？嘘、まさかの徳井さんも宇宙経験者でいらっしゃる。まさかのアウェイを感じてます。じゃあいきますよ、第1回戦、せーの、どうぞー。あ、かわいいかわいい。お二人のこのやっぱ画力半端ない。ちょっと解説してほしい。はい、あ、いいですか、いいですか、解説しちゃって。こんなんじゃない。いやもう違う、これ。違う、これちょっと説明させていただきたいんですけど、徳井さんが読み上げた時は、この子もうちょっと元気で、可愛い顔してたんですよ。でも、ムキになるようなシチュエーションだったのかなと思って、その次のシーンですね。力をちゃんと使いこなせるのよみたいな。そう。でも、見え張ってるとかってなんですよ。なので、実際スイカ割るぐらいでもうちょっと鼻血出るぐらいの超能力使わなきゃいけないっていう日です。すごい、やっぱそこまで想像していただけるなんてもう言った甲斐ありまくりですわ。いつもドン引きのこってこてぶりでしたけどね、ケンさん。いやーもう本当に申し訳ないです。いや多分みんなスイカになりたいって思いました今。スイカになスイカになりたい。りたい人生だったと思いましたね。さよは教えてください。もうこれはまずエルフの出なんですけど。エルフの出なんですか。そうエルフなんだけど、こう半分人間半分エルフのタイプの子で、こんなだけどこうちゃんと私はエルフの魔法が使えるのよっていう感じの。なるほど、私だって一人前ですよみたいそうな。いうことなんです。でも確かに徳井さんのこの声からするとそう顔はこっちだな。ちょっとムってしてる顔が似合うなと思って。こういうとこ好きです。このあ足の感じ。そう足大好き。これで実はビキニなんだよ。あ、ビキニなんだ。そう。なんかこうパンツがあって、こう太ももこうあって、そこだけ開いてるやつだ。そうこういうやつ好き。なんかローハイドの短パンみたいなやつ。はい。いやー、これはもう二次元にしか許されない衣装そうなんですよ。めちゃめちゃ隙間あるやつですよね。それですね。それです。ありがとうございます。分かっていただいて。ありがとうございます。大好きです。多分日本で唯一だよ。この説明して徳井空さんにゴーいただけたんですよ。私大好きなんでめっちゃわかります。で、かわいい。かわいい。高い位置の長いポニーテール死ぬほど好きなんですよ。いいですね。そうなんですよ、私。そう高いところで結んでるのに腰まであるってところがポイントよね。いや本当はめちゃめちゃ長いってますよね。もっとね。ほどいたらもうこんぐらいまでバサーなってるんそうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これちょっと1回戦目からこれって今までにないぐらいの豪華さですね。ちょっとめっちゃ楽しい。ちょっとゲス声出るぐらい楽しい。私もちょっと妄想をもっと出したいと思います。よろしくお願いしまお願いしますす。ということで徳井さんの超絶演技でもう皆さんやられまくってるところかと思いますが、第2回戦に行く前に今回は特別に超人気声優の徳井沙羅さんにいろいろお話を伺いました。徳井さんのファンの方はもちろん声優志望の方必見の盛りだくさんな内容なのでぜひお楽しみください。今日ちょっとせっかくなので、徳井さんに簡単にちょっとお話を伺いたいなと思ってるんですけど、何でも聞いてください。ありがとうございます。ございます。ではですね、声優さんの仕事っていうところについて伺ってもよろしいですか？はい。始めたきっかけとしては、やっぱりもう子供の頃からアニメとか漫画とかがもう大好きで、プラスやっぱお芝居にもすごく興味があってやってみたいなと思ってたところ、お芝居とアニメや漫画がクロスするところで、声優さんっていう職業を知ってやってみたいなって思うようになりましたね。じゃあもう本当にもともと昔からアニメとかが好きでっていう感じだったんですね。そうですね、もう最初の夢は漫画家だったんですけど、だからもうずっと漫画を描いてたりとかして、でもお芝居もやりたいし、みたいなところで声優さんのそのオーディションとかをこう受けてみて、で養成所にこう1年通って勉強ちょっとして、
今に至るって感じですね。すごいもうどんどんステップアップしてっていう感じで、うちの結構リスナーさんで声優志望の子とかも結構いるみたいで、そうコメント欄とかでよく私は声優を志しているものなんですけどみたいなコメントが入ってたりして、なんかその今結構ざっくりステップがあったじゃないですか。そういうのってどういう感じで、具体的に言うと例えばオーディションとか専門学校ってどういう風に行ったりするのかなっていうのがあって。そうですね、今多分その声優になるために学ぶ学校だったりとかって結構いっぱいあると思うんですけど、やっぱり思い立ったら早いうちにやった方が私は絶対いいなと思ってて、で私も本当は高校生の時にもう目指してて、オーディションに送ったりしたんですけど、実家が千葉県の田舎だったんですね。高校生の時はまだ田舎で、でやっぱりこの田舎から毎週通ってだったりとか、こう親にねお世話になりながらこう送ってもらったりして、東京でのお仕事だったりするじゃないですか、やっぱり。でそういうの難しいだろうなと思ったんで、この夢は一人で上京をした時に叶えようと思って、高校は普通に卒業し、東京の大学に通っていたので、その時にまた改めてオーディションを受けてっていう形でやり直したんで、もし近く通える範囲とかで見つけられるんだったら、早いうちにやるに私は越したことないかなって思っちゃいますね。もうとにかく思い立ったら行動して行動した方がいいですね。早速こうすぐ調べてみたりとかね。そうだね、もうすぐお近くのとこ調べてね、夢に向かって。ということで、じゃあ第2回戦いきたいと思います。じゃあ早速いいですか、トキさん。お願いします。アクアパッツァ。無駄なことはおよしなさい。坊や。声出なかった今。息飲んじゃいました今。びっくりした。涙出てきた。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですか、アクアパッツァって急に。五感だけで選びました。はい、完全に五感だけで選んだセリフですね。だからちょっと広く妄想していただいて大丈夫なので。ドキドキしちゃったね。やばいね。びっくりしたね今。かけるかなこの後。ガンジーと会った時と同じぐらいの気持ち。何ガンジー会ったことあんのお前。どこで会ったの？すごいな。じゃあよろしくお願いします。お願いします。第2回戦アクアパッツァお姉さん。よーいスタート。でもアクアパッツァ、アクアパッツァって一体何なんだろうかってところをね、そこのアクアパッツァがただのアクアパッツァなのかどうなのか。余韻がすごい。もうやめろ、書けよ早く。でも今すごかったね、びっくりした。あのセリフがあんなに美しくかっこよくなるとは思わなかった。これアクアパッツァいいんじゃないとかいうテンションで考えたらさ。さあ皆さん集中してまいりまし集中しちゃいますねこれ。はい、もう全然集中してください。その間にゲンさんは世界救っとくんで。世界救うの簡単だね結構。逆に世界に何があったんだと思う？確かにね、その5分間で救える世界って何だったの？そのアクアパッツァっていうのをどういう意味で捉えるかですよね。そうですよね。私はもっと意味わかんないんでしたんでね。ああ、そうなんですよね。さすがに僕が止めました。怒られちゃったんで。いや、なんだそれ気になりますね。それ徳井さん困るから、徳井さん困るからって言われて。おっぱいが密ですって。大丈夫、今空気すごいことになった今。嘘。すごいことになった今。大丈夫？責任取って。さやとソーシャルディスタンスってか。やめろって一人で会話すんの。あとは30秒切りました。やばい。皆さん30秒切りました。ラストスパートで。この構図だとちょっとおっぱいが難しい。やっぱりおっぱいは大事。大きなおっぱいにしたい。徳井さんにおっぱい言わせるチャンネルもないよ。ないね。これもちょっとレア。大丈夫ですかねっていう。よし、ここはもう集中戦で。では行きましょう。はい。第2回戦せーの。ではでもみんな結構やっぱね水系の感じで揃いましたね。全員。さやさん聞きます？これ？アクアパッツァっていうのは海の底に伝わる死の呪文であって、これそういうね、死を司る魔女なんですよ。ほう。それでこれ肋骨なんですけど、肋骨が背中から。そう、肋骨がジャーンって生えて取り込むタイプだ。取り込んで食べるっていう。怖っ。最後急に怖っ。じゃあちょっと徳井さんのこのまま流れで聞いちゃっていいですか？集中戦のこの威力がね。これはもうアクアパッツァのもう精霊ですね。料理の精霊なんで、自分たち我々人間がアクアパッツァを作ってるところにこうボワボワと現れて、アクアパッツァを餌にして手のひらにここに吸い込んでいます。ここですね。手のひらから。はい、ここは宇宙に繋がってます。頭のお魚は先週のアクアパッツァです。先週のアクアパッツァ。毎週入れ替え制なんです。じゃあご家庭のアクアパッツァを吸い込まれる。そうですね。アクアパッツァが夕飯に出ているところを探しては
はそこに乗り込み赤パッツを吸い込んでいくぬらりひょみたいに妖怪になる。かわいい。そんな感じです。来てほしいこれ。タワーワードのねオンパレードすごい。タワーワードでぶん殴られてましたね今。そしていやすごい美しい、これは、はいアクアパッツァって、これ料理名なんですけど、そうなんです。なんかパッツァって暴走って意味だった。そうなの？そうらしいんですよ。料理でなんかこう海鮮料理をわーって強く炒めるから水が暴走するっていう意味のアクアパッツァになってるらしくて、博識。そうだから水がブシャーなる。でなんかアクアパッツァのさ、なんか語源の説明はすごいなんか語彙力高めだったのにさ、水ブシャーなるって急に語彙力死んだなって思って。もうそこで全力投球したけども。あのね、面白い、こんな感じでございます。でもみんな本当にマーメイド系になりましたね。なんとなくそうですねなんとなくやっぱりね水っていうやっぱり単語があったアんで。クア感が出ましたね。ありがとうございます。いやー、2回戦目もすごかったですね。個人的には徳井さんのイラストで頭に乗ってるのが先週のアクアパッツァっていう設定がめちゃくちゃツボでした。さてお次は最終戦ですが、その前にインタビューの続きをご覧ください。徳井さんのデビューのきっかけや声優さんに大切なスキルを知れちゃうかもしれません。それではどうぞ。でもオーディションとかもやっぱりいろんなものが開催されてたりっていう。そうですね。徳井さんの場合なんかそのニコニコのやつからっていうのを聞いたんですけど、そうなんですよ。よ。なんか声優を目指すはい番組があって、うんそこに登場する人を募集していたみたいな感じだったんで、今はこうやって養成所に通ってデビューっていうのじゃなくて、もうあらかじめ公募でこのアニメ作品があって、このキャラの声をもうプロアマ問わず募集しますみたいなやつもあったりするんですよ。そういうのってやっぱもう一発合格、一発デビューの大チャンスなんで、そういうのもぜひチャレンジしてほしいなと思いますやっぱね。情報チェックは大事そうだね。だね。もう調べて行動して、うんもうその繰り返しですね。うん。でも説得力が違いますね。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。はい。いろいろそういう自分が今まで漫画とかアニメ好きだった経験っていうのもかなり生きてるってことですよね。ああ、そうですね。やっぱりアニメだったりとか、それこそゲームの収録だったりとかもするんですけど、はいはいそういうのやっぱ全く知らないと収録の時にイメージが湧かないじゃないですか。例えばこうね、エルフのキャラクターって言われた時に、あ、エルフといえばこう耳もツンってしてるし、体も軽くて飛べたりするよなとかっていう、そういうああ、なるほど。ぼんやりした知識でもあれば、はい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 少しでもこう声に乗せることがやっぱできたりすると思うし、ゲームになった時にも、こう、いっぱいゲームやってれば、はっとかふっとかって、どういう感じでいつも流れてるかなっていうのとかを知ってると、こう収録もスムーズだったりするので、私的にはやっぱアニメとかゲームとか、なんかちゃんとやっぱ知識があった方が、きっと声優さんになった時に、スムーズに収録が進むんじゃないかなって思います。なるほど。うんありがとうございいやます。はいすごい納得する。ねうん。だからこその、やっぱりね今回その徳井さんってすごいこう素晴らしい演技は当然あるんですけど、なんかこう絵に起こす能力があるっていうのがなんかすごいなと思って、声優さんでしかも絵も描けるって、なんかすごいなと思って。今日すごいだって無茶ぶりでしたもんね。そういきなり急に急にアクアパッツァとか言われて、いきなりかかられてご対応していただいたんですけパッツァとど、か出てくるし、なんかやっぱ草好きな女とか横に座ってるし、みたいな。なんだ今日の収録みたいな話だと思うんですけど、でもその妄想力みたいなところも絶対必要だなと思ってて、あーなるほどやっぱりこうお芝居するときに、え例えばもう細かくこの子は膝にもアーマーがついててとか、は全部こう説明があるわけではなくって、自分でこの子はなんか草食べてそうだなとか、自分で妄想しながらこう性格を肉付けしていってはいはい演技する時も結構あるので、ええこう想像をより広げていく力、この子はどの辺を走り回ってるかなみたいな、なんかそういう妄想する力も大切じゃないかなと思います。あありがとうございます。これはすごい妄想力ですね。ね妄想力がかなり声優さんにとっても大事っていうことですね。大事だと思います。演技力とか直結するってことですね。ということで、こちら最終戦でございます。第3回戦なんですが、今までちょっと女性キャラだったんですけれども、次、こちらでございます。どうぞ。なんだ、腹減ってんのかほら食えよ。ここの草は最高さやさん。はい。息をしてください。さやさん。今の本当泣きそうだったよ。マジ泣きそうだった。実は、本当に申し訳ないですけど、この女はですね、少年が大好きなんです。そうなんですか？ここの草は最高だぜって。いや、私、ね草を食べてるキャラクター好きなんですけど、何言ってるか分かんないですよね。もうちょっと、わかんないですちょっと説明していただいて。早くもらってるんですか？なんかそう
食べざるを得なくなってしまったシーンを想像するのも好きなんですよ。位の高い人が、なんか事件があって落ちぶれて食べなきゃいけないっていうシーンとか、まあ少年が食べなきゃいけないシーンみたいなのを想像するのが好きで、なんかこうやむを得ず草を食べてるシーンっていうのが大好きなんですよ。超独特ですね。大丈夫ですかね、もう引いてないですかね。ありがとうございます。草を食うのを進めてくる少年、最終戦やっていきたいと思います。よーいスタート。やばい、ちょっと今ちょっと待って。やばかったですね。やっぱりさすがというか、全部違うキャラがわって出てくるっていうのがもう一瞬で一瞬で違うキャラが出てきて、やってるだけがすごい。今永久保存版ですね。これめっちゃ好きだった。書いて噛み締めないで。外周宇宙にビッグバンが起きたことに感謝したもん。ありがとう、この星を作ってくれて。壮大すぎる。ありがとう、徳井さんを生んでくれて。そう、本ありがとう宇宙。当。ありがとう、宇宙。どこからその草萌えになったんですか？いや、なんかまあ、あるキャラクターにハマったのがきっかけだったんですけど、そのキャラクターがなんかもう、すごい偉そうなキャラなんですよ。ゲームでいうボスキャラなんですけど、で倒した後に、なんかもうすごいボロボロの姿を晒すんですよ。で、そっから妄想をしていったら、なんかボロボロのままこいつはどうやって生きていくのかな、草食うんじゃねえかなと思ったらすごい楽しくなっちゃって、で、もしかしたらかつて彼はこの経験があって、草が食べれることを知ってるから、草を食べざるを得ないんじゃないかなっていう、なんか草に今度執着をし始めて、そしたらなんかもう草中心の生活に。草中心の生活。今、徳井さん多分聞いたこと後悔してると思う、本当に。そうですね、ちょっと。あれちょっとよくわかんない。一回宇宙に持って帰ってきて。私は膝をかき続けてる。膝も好きなんですか？そう、膝が主食なんです。膝が主食。はい。すごいですね。すごい単語が出てきてもなんか、徳井さんを引かせるために喋ってんのかなってぐらいなんか変な。確かに。ここは得意な集中戦バージョン2。バージョン2。完全に必殺技みたいになってます。って時の。それでは最終戦、草を進める少年。はい。せーの。でーかわいい。めちゃめちゃ少年ですね。花絆創膏いただきました。やっぱ花絆創膏は花ですよね。ありますね。ありますね。かぶりました、ここ。花絆創膏あとこの同盟です。無造作ヘアやっぱですね、もう共通してきますよね。なんか一人だけ達人みたいなやついる。料理かけられてる感じ。草食わす達人みたいなやついる。進めるのもうまいし、進めるのも食うのもうまい。食うのもただ食うだけじゃなくて美味しく食べる方法も知ってる。そう、美味しく食べる方法を知ってる。なんかこれ鍋持ってんね、いつも。あー、行商人なのかな。ちゃんと担いか。あ、なるほどね。そう行商人なんだ。笑顔が。ね、笑顔が。抱えてるってことだよね。そうですね。ちょっと私のイメージする草はちょっと乾燥して寝かせたものでして。干し草みたいな。干し草みたいなやつ。そうなんですよ。だから牧場に、住み込み系な感じで、僕も牛さんと同じものが食べたいという気持ちはやっぱりあって、さっきのセリフは動物たちに向けてみたいな感じもどうかなと思いまして。あ、いいですか？天才的すぎますね。本当ですか？動物に話しかけてるってすごい。そうですね。いいですね。本当ですか？はい。なんでちょっともう自分も食べつつ、動物にも草を勧めている少年というイメージで書かせていただき動ました。物と同じ店の少年ってのは最高です。いや、いいですよね。野生児も大好きなんです。そうですよね。でも僕も動物なんですよ。いるじゃないですか。もうパートナーで、もう森で一緒に。あ最高。あ、本当にこいつは野生児。そう、完全に野生です。もう。言葉もあんまり喋らないタイプ。言葉もあんまり喋んないからぶっきらぼうに差し出してくる。服もこれしかないですもんね。そうです。もうこれ大人物の服をうん取ってきてビリビリ破いてるからちょっとでかく。そういうあ感じです。いいですね。ちょっとこの相棒の名前だけ教えてもらっていいですか？相棒の名前は七味です。七味。はい。七味？何人もさ同時に言ったのになんかちょっと近しいものになった今。そんな七味って言っちゃったから。かわいい。そんな感じでございます。いやー面白い。いや、嬉しい。楽しかった。自分が言ったセリフがこんなに世界を広げていただけるなんて、セリフたちも喜んでおります。いやもうこちらこそもうありがとうござ我います々の全細胞が喜んでおりました今。ね、鼓膜だけじゃなく全身に今喜んでました。ありがとうございます。ね、細胞分裂に余念がなかったよね、今ね。もう一人増えそうだもん、私今。嘘。さや大興奮大暴走徳井さんドン引き波乱の最終決戦でしたね。徳井さん変態夫婦の無茶ぶりに答えていただき本当にありがとうございました。さあ最後に徳井さんの子供時代のぶっ飛びエピソードや今後の展望なども聞いちゃいました。それではお別れまであと2分どうぞお楽しみください。そしてその最後には今回徳井さんに演じていただいたキャラクター夏目さんちがガチで描かせていただいているのでその最後の仕上げの作画もお見逃しなくどうぞ。じゃあ好きなキャラとかって
当時とかなんか一番その高校目指す声優さんを目指し始めたぐらいの好きなキャラとかってどこかの情報で見たんですけど、ワンピースが好きだったっていう、ワンピース好きですね。はい、情報を伺ってまして、結構私、はい物書くのも大好きだし、作るのも好きなんで、ワンピースを読んでて、小学校の時に、サンジの身長は177センチですって言われて、で、その小学校当時の私は、177センチの男性ってどれぐらいなんだろう、作ってみようと思って、ベルトをつないで、等身大のサンジと、今でいうほんと抱き枕みたいな感じの大きさなんですけど、それ作ってみたりとかしましたね。それ逆に言うと、当時ってそのオタク文化のなかったじゃないですか、まだ。小学生ぐらいって。抱き枕、等身大抱き枕って発想って昔なかったですよね。そうですね。なんかもうオリジナルで作ってたじゃないですか。作ってみようみたいな。なるほどなるほど。そういういろんなことにやっぱ興味はありましたね。ベルトってとこが小学生らしさがありますよね。でも実際手に入る。じゃあなんか結構その徳井さんってその、まあ、声優さんももちろんそうなんですけど、漫画家さんとかもやってらっしゃって、その興味とかっていろんなとこにあるじゃないですか。なんか今後なんか YouTube も含めてどういう風にやっていきたいとか、なんか目標とかってなんだろう、でもこう私が結構いろんなものに興味があって、これまでも YouTube チャンネルでシャンデリアを作る人になりたいっていう夢もちょっとあるので、ちょっとはぁと思うかもしれないけど、シャンデリアあるじゃないですか。シャンデリアデザイナーになりたいなみたいな気持ちもあったりするんで、シャンデリア屋さんに行ったりとかして、なんかそういう突拍子もなかったり小さい夢だけども、こうどんどんなんか叶えていけたらいいなと思うので、めちゃめちゃ素敵ですね。なんかいろんなことをやりたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今後も徳井さんのチャンネル目が離せないということですね。もうそのチャンネルでやっていく感じですか？そうですね。ドラマルのチャンネル見ていただけるといろいろチャレンジしてるので、よかったら応援してください。皆さん概要欄に徳井さんのチャンネルがあるのでぜひチェックしてください。概要欄上にはないんですけども、下にあるんですけど、上にはないんですけど、よろしくお願いします。お願いします。いや、たくさんごめんなさい、話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。痛い。にっこり。解説って言葉をついに辞書で引き始めたさやです。今日は解説ってなんだかわからないので、とりあえずなんか喋ってみようと思います。解説しろよ。いやね、今回もね、マスキングインクっていうやつをね、使って、ドライヤーっていうわけでね。早くない？そうなんですよ。今日マスキングをね、使っているので、ちょっとね、結構何回かね。マジ開幕ドライヤーだったの？いや、ほんま。ほんまやで。見ろ、画面を見ろ。いや、そう、今回は、このスイカを食べるちゃん、略してスイカ、ドライヤー！油断するとやつが来る。あなたを振り向くと、後ろには、ドライヤー。また目つぶっちゃった。というわけで解説していこうと思います。ここまで書かれてる。今始まったばっかりだと思ってたのに。もう半分超えたよ。おい。いやね、そう、今回はそのマスキングインク使ってまずスイカとねおリボンをね囲っておいて、その周り肌をとかね塗って、でタンクトップの部分だけちょっとアクリル絵の具を使って、今ドライヤーありましたけどそこはあえてスルーして、ちょっとこう厚塗り感みたいなのを出してみるなどをして、おーっとスイカです。でね、ゲンさんから今回テーマでね、なんかちょっとしずる感出してって言われたんだけど、しずる感みたいな、しずる感って何かなっていうところから始まるんですけども、とりあえずなんかこのスイカのなんか夏っぽいみずみずしさみたいな、なんかこう水滴キラキラみじゅみたいな感じだよね。頑張って書いたんだけどね、皆さんいかがお過ごしですか？スイカ嘘。今回なんだキーワードは？今回はしずる感かにゃ。でも絵にしずる感は大事っすよ。なんかもうこうもずく感、みずみずしさとかもずく感、いらねえだろ。ニュルニュルしさ、やだよ。酸っぱいマン食べたい。それ梅干しだわ。